皆さんこんにちは、ひよりです。日本語ひよりでは日常の意味のあること、ないことを親しみやすい日本語で話します。文字起こしのテキストは概要欄からチェックしてください。はい、皆さんこんにちは。お元気ですか？日本はですね、というか和歌山はですね、最近すっごく寒くて、今日はビュンビュン風が吹いてチラチラと雪が降ってたりしましたね。チラチラというとふわふわ全部オノマトペですけど、ちょっとね雪が風に舞ってるような感じでしたね。積もるほどではないんですけど、はい、雪が降るほど寒い日が続いております。今日は2024年の振り返りです。はい。本当は2024年の年末に撮りたかったテーマなんですけど、はい、残念ながら体調を崩していましたから、年を越した今、はい、2024年について簡単にね、振り返ろうと思います。はい、たくさんいろんなことがあったんですけど、まずお仕事面で言うと、このポッドキャスト始めたっていうのがすっごく私の中で大きいことでしたね。うん。ねえ、いつかやらなきゃな、やりたいなと思いながらもできてなかったことをいよいよ、はい、やっと始めて、で、たくさんの国の人、そして日本語を勉強している人にこのポッドキャストを見つけてもらって、いつも嬉しいコメントなんかをいただいて、始めてよかったなって思えることですね。これからもたくさん作っていきたいなと思ってます。あとはですね、ピラティスを始めたことも私の中ではすごく大きいことでした。ピラティスも前から気になってたもので、やってみたいなと思いながら全然できてなかったんですけど、去年の5月ぐらいからですかね、ピラティスを始めました。最初なかなか上手にできず、上手にできることがいいことじゃないんですけど、なんていうかな、しっかりこう体を使うことができなくって、難しいところもあったんですけど、でも難しいからこそすごく面白くて、でこの5月からねピラティスを続けたことで、こう姿勢が良くなったり、インナーが鍛えられたりっていうので、自分の中の体の変化を感じることができて、すごく始めてよかったなと思えることですね。はい。あとはね、自分が好きなこと、趣味のお話ですけど、まずは旅行にたくさん行けました。海外旅行は台南とカオシュン旅行に行きましたし、あと韓国にも行ってきました。国内旅行は泥川温泉という温泉地とか、下田という静岡の町に義理の家族と一緒にね旅行に行ったり、あとプチプチ旅行ですけど、旅行じゃないか、だけど京都に久しぶりに行って、日本語の生徒さんと楽しい時間を過ごしたり、あとそうね、和歌山に来てくれた生徒さんと居酒屋行ったりとか、いろんな人にも会えたし、新しい場所にも行けたし、はい。そういったところも良かったですね。あとは、推し活。推し活も、はい、一年通して楽しみました。推し。推しってね、スラングのポッドキャストでもお話ししましたけど、自分が大好きなものですね。はい、私は K-POP オタクですから、
K-POP ファンとして推しを応援するような活動をしました。応援といってもコンサート行って楽しんだり、YouTube のコンテンツ見たり、音楽いっぱい聴いたり、しました。今年はセブンティーンとストレイキッズのコンサートに行きました。楽しかった。本当にかっこよかったです。セブンティーンのコンサートはね、屋外のスタジアムコンサートだったんですけど、あいにくの雨だったんですよ。で、ウィンドブレーカーじゃないか、レインコートを着て、びっしょ濡れになりながら応援して、すごく雨に濡れて大変だったけど、特別な思い出ですね。あとね、年明けにエド・シーランのコンサートも行けて、それも本当にいい経験でした。いやー、ライブパフォーマンスって臨場感があって、ね、この生でしか体験できない、この瞬間しか味わえないこの興奮とか、雰囲気とか、そういったものを楽しめてよかったですね。あとはね、春、夏、秋、冬と日本の四季を感じられたのも良かったなぁと思います。春はお花見をして、夏は友達とサップをして、サップって海のアクティビティをして、秋は紅葉を楽しんで、冬は温かいお鍋を食べて、年末もね、まったりお正月も過ごしてっていう春、夏、秋、冬と日本の季節を感じられた一年でしたね。で、ちょっと残念だったなと思うのは、また同じことですけど、風邪をよくひいたこと、喉痛めたこと、年末マイコプラズマ肺炎になったことという、自分の体の調子があまり良くなかったのが、自分の健康管理の足りなさですよね。あと、自分だけじゃなくて周りのね、人が、病気になったり、あと、怪我をしたりということもあったので、今年は自分もそうだし、周りの人も健康で、何も悪いことがない一年にしたいな。そうなってほしいな、と思っています。で、今年の抱負って前のポッドキャストでも話しましたが、改めて、まずは、健康です。元気に過ごしたい。あとはね、新しい趣味を見つけたい。あともう一つ言ってなかったんですけど、やっぱり学び続けたいなと思います。韓国語、英語の言語もそうですし、ポッドキャストのこともそうだし、ね、こういう日本語のレッスンをお届けするこのティーチングのこともそうだし、自分がもっともっと内面から豊かになれるような学びを続けていきたいなと思っています。そして外に行きたい。外に行きたい。この仕事してると、特にポッドキャストとか日本語のチューターをしてると、家で働いてる時間がすごく長くて、平気で3日4日外に出ないこともあるんですよ。それはダメだなと思いまして、できるだけ自分を外に出すように、したいです。なんで大きい旅行に行こうとか、それもしたいけど、そういう特別なことじゃなくても日常的に外に出て、近所でも知らないところまだまだあるので、そういったところを見て何か刺激を受けられるようなこともしたいですね。そのためにね、実はお散歩日和を作ってるところもあるんですよ。皆さんに日本語を勉強
してもらえるようなコンテンツを作ることはもちろん、自分も外を歩いて健康になれるようにっていう、はい、実は自分のためでもあるんですよね。はい。そうですね。お散歩日和たくさん撮りたいと思います、今年はね。はい。そんな感じで、去年1年自分の好きなこともやりながら、お仕事も頑張りながら、はい。過ごせた1年でしたね。今年も、まあ自分なりのペースで、はい。無理せず頑張っていきたいなと思ってます。はい。皆さんは去年1年間どうでしたか？どうでしたか？はい。ぜひぜひ、こんな振り返りのね、時間を作ると、またこれやってみようって思うきっかけになるかもしれませんので、ぜひやってみてください。はい。では今日も聞いてくれてありがとうございました。皆さんにとって日本語日和になりますように。またねー。